皆さんこんにちは。こんにちは。Your Life is Good の川口と申します。今回はですね、新企画ということで、インフルエンサーさんにお部屋をコーディネートしてもらって、実際にその住む人を募集しようという企画になってます。で、今回早速お二人の方に来ていただいてるんですが、まずはお一人目、インフルエンサーさんのあつやさんです。よろしくお願いします。お願いします。あつやんと申します。SNS で暮らしの発信をしていて、暮らしに役立つアイテムとか暮らしの風景を動画にして発信しております。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回物件を提供してくださった株式会社ディフの小泉と言います。よろしくお願いします。お願いします。株式会社ディフではトリアスというデザイナーズマンションブランド、年間関東メインで30棟から40棟ぐらい作ってます。ぜひ皆さん住んでください。今回の企画の経緯として、自分たち普段ルームツアーの動画をメインに投稿してるんですけども、視聴者さんから、たくさんルームツアーの動画、おしゃれなお部屋見てるけども、実際にお部屋を作ろうとなるとなかなかおしゃれにできないみたいな声を多くいただくので、実際におしゃれなお部屋に住んでいるインフルエンサーさんのあつやさんのような方がどうやって家具を選んでるのかとか、色は配置はみたいなところを学ばせていただきながら動画が作れればなと考えております。じゃあ今回の物件のコンセプトだったりターゲットみたいなのを教えてもらってもいいですか？はい、概要としては東京の大井町線の戸越公園駅、徒歩90秒ぐらい、めちゃめちゃ近く、めっちゃ近いですね、いいとこですね。そうですね。戸越公園ターゲットは芸能人なんですけど、伊藤沙莉さん、活発な感じのわちゃわちゃみたいな。ちなみにあつやさん、ちょっと女性のお部屋イメージということですけど、あつやさん的に大丈夫そうですか？全然僕は女性の部屋イメージするのが大好きなん言い方やばいね。そうですね、性別はあると思うんですけど、女性だったら例えばこういう生活をされるだろうなとか、逆にこういう生活に合った家具の動線にしようとか、もうちょっと考えてやれたらなと思ってます。じゃあ問題ないということで。問題ないです。ありがとうございます。早速お部屋の詳細ご案内いただいてもいいですか？はい。やっぱ一番はこちらのキッチンです。みんなの憧れ変わったキッチン。めっちゃ目立ちますよね。そうなんですよ。でここでご飯も食べれるし、仕事もできますし、これ1台でテーブルが必要なくなる。なんかダイニングテーブル置くコストとそうなんかですよ、リビングのテーブルとかいろいろ考えると、ここに椅子1個置いちゃうだけで全部済んじゃいますもん。結構お部屋がコンパクトなんで、テーブル置くとそれだけで場所取られちゃうんですけど、ここにそもそもついちゃってるんで、場所も買う予算も抑えられるっていうところで、かなりこれはいいかなっていう。あとは特徴としてはこの大きな窓ですね。ちょっと取っちゃっていいかな。これ180ぐらいあります。まずこの天井が打ちっぱなしっていうのが意外となくて、壁とかも打ちっぱ結構あるじゃないですか。床とか壁は張り替えたりとかできますけど、天井を変えるってなかなかないですよね。基本取りやすシリーズは抜くの床、これオーク材なんですけど、なんで裸足で生活して気持ちいいシンプルな家具を置くだけでもお部屋の雰囲気がアップする。ちょっと手入れはやっぱ管理する側としてはちょっと大変ではありますけど、そうなんですね。そうなんですよ。ただやっぱお客さんがこれは喜ぶポイントなんで。あとはこのライティングレール、基本的にうちの物件全部ついてて、でも電球これまでついてるんで、あとはもうピクチャーレールとかフックとかつけてもらえれば垂らしたりもできるし、スクリーンとかもやってもらえればプロジェクター投影もできるし、めっちゃいいですね。これもすごい好きな人にしか多分伝わらないから、ドアの高さ、ほぼ天井まで行くっていう、ハイドア、他の物件じゃほぼあんまないですね。賃貸だと絶対ないです。これだけでだいぶ圧迫感もなくなるし、水回り超綺麗です。無印みたいな木を使っていて、で本当清潔感の中にもちゃんと置く場所だったりとかもあるし、結構コンパクトに水回りはまとめて、その分お部屋を広くするっていうのが設計されてますね。というわけでいかがでしたか？やっぱここ結構ここ居心地いい。ドラえもんみたいな。確かに。そんなわけでいろんないいところをご紹介していただいたんですけど、逆にちょっと気になるところというか、ネックな部分みたいなのってあるんですか？ネックというか考えなきゃいけないポイントとしては、物をいっぱい入れすぎちゃうとどうしても狭くなっちゃう
あと収納、この部屋だけで見るとそこにあるこう棚の収納だけしかない、まあキッチンの下にもあるんですけど、ちょっとしたいいところでもあり悪いところでもあるんですけど、洋服の量とか荷物の量は人それぞれなんで、入居者さんがそれを自分のものに合わせて収納作るみたいなのもまた楽しみではありますもんね。そこの部分もちょっとあつやさんにお任せしたいなと思います。頑張ります。はい。そんな感じで、ちょっとなるべくお部屋が広く見えるようにというか、そうですね。イメージちょっとできるような感じでお部屋が作っていければなっていう感じですかね。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ実際にお部屋見ていただいて、あつやさんどうですか？イメージ湧きそうですか？本当すごい素敵な部屋だったので、イメージはバッチリ湧きました。次に搬入と、設営をして、ビフォーアフターの動画を見てもらうというところで、よろしくお願いします。楽しみです。楽しみですね。ついに皆さんこの日がやってきました。というわけでこんぐらい今回は家具が揃ってる状態になってます。結構家具大変だったと思うんですけど、そうですね。どんな感じに収まったんですか？予算が15万円っていう設定されてる中で、どこに何にいくらかけようかなとか結構迷ってて、これ15万いけるかみたいな確かになったんですけど、お二人の協力もあって、結果14万円で収まりました。完璧じゃないですか。ありがとうございます。どこにいくらかけるかとか、結構目立つ家具にはちょっといいものにしたりとか、目立たないところもなんか小物でこだわりたいところだけちょっとお金をその分かけたりとか、予算とバランスは調整しながらなんですけど、意外と15万円あればこのリビングのコーディネート結構できるんじゃないかなっていうのがやってみてなんか僕も結構気づけたんで、実際に設置するのがちょっと楽しみです。じゃあ早速設置していきましょうか。お願いします。お願いします。お願いします。やっていきましょう。行くぞ。というわけでお部屋が完成しました。ちょっと服見てもらったら分かると思うんですけど、実は後日になっちゃいまして、本当に初めて一人暮らしをすることを皆さん思い出すねっていうぐらい大変で、本当にここに住む方はラッキーだなって感じしますよね。コンセプトみたいなのってもう一回復習というか伺ってもいいですか？はい、ターゲットが一人暮らしの女性ということだったので、女性も男性にも結構親しみやすいテイストにはしたつもりです。この天井とか床とかがすごいおしゃれなんで、そこを生かしつつ家具とかを選ばせていただきました。白が基調になっていて、一応メインカラー今のところオレンジとかこういう赤っていう色味を置いてるんですけど、なんか白がベースなんで、今後いろんなものを自分の好きなものとか趣味が変わったらちょっとテイストを変えたりとかをしやすい部屋にして、自分の価値観とか、趣味の変化とともに、部屋もそれに合わせて変わっていくような部屋っていうのをコンセプトにしました。今回でいうとこの棚を赤にするのが良いかなと思って赤にしました。スチールの素材なんで木との相性もいいかなと思って。このライトが結構面白いですよね。照明はいっぱいあるんで、上の天井のライトはあんまりいらないかなと思って、手元に置けるライトで持ち運びできるライトがいいなと思ってた時に、すごいシンプルな形でここら辺もこう角度変えられるんだっていうのを見つけたら、おおすごい。付属のこういうフックのパーツにここの磁石がこう付け替えられるんですよ。ワイヤレスが一番いいなと思って、確かにいろんなところに持ち歩きながらこう使えるピクサー。弾むやつですね。普通だったら四角いリビング半分ぐらい覆うラグとか置く方多いと思うんですけど、今回このトラさん何か意識してこれ選んだのかなって聞きたいです。大きいラグを置く選択肢もあるかなと思ったんですけど、やっぱこの木材の床がすごい僕も好きだったし、かなり主役的な特徴だと思ったんで、大きいのを置かず足を置くためのラグっていうよりは本当アクセントとしてなんか可愛らしいなと思えるようなラグにこのトラ選びました。実際お値段とかもすごい安いですよね。そうです、これ安いんですよ。場所によってもその配色のバランスみたいなのって結構重要なんですか？ローテーブルは勉強だったりとか、ちょっと食事する時とかも使うんで、個人的には奇抜なアクセントのカラーっていうよりは、ベーシックな色にして、パソコンだったり今置いてるノートとか植物とか、そういうのでバランスとるっていう意味で白にしました。
しました。いつも使うやつが眩しい色だとちょっと疲れちゃうので、白にしたんです。このやっぱり椅子ですよね、すごいいいなと思ったんですけど、最近よくインスタとかで見るじゃないですか。一番組み立て難しかったこれ選んだらなんか要因みたいなのあったんですか？一つはラタンの椅子がすごい置きたいなと思ってて、見た目としても、座る高さ的にもちょうどいいものないかなって探してた時に、このラタンの椅子が、座る高さとか肘掛けとか素材としてもなんか部屋に合いそうだなと思ったんで。あとは今回その物件として一番目立つ部分がこのカウンターキッチンだと思うんですけど、カウンターキッチンはどんな感じでコーディネートしてもらったんですか？今回この部屋で、住まわれる方が、過ごす上で結構長時間滞在する場所になるかなと思ったんで、なるべく過ごしやすい空間にしようっていうのを意識してるんですけど、仕事スペースとご飯スペースを完全に分けるとかじゃなくて、結構ほんとフリーに使えるような余白残したデザインにはしていて、端っこの方で、ちょっと自分の気分が上がるようなインテリアとか、IKEA のスマホ店とかも、はい、だいぶイメージ変わりますもんね、置いてあるだけで。コスパを取ろうと考えるとやっぱ IKEA の商品は多くなりますよね。そうですね。ちょっと気になったのが、この大きい家具とか椅子とかある程度高いものを買うのか、小物も結構気にした方がいいのかっていうと、どっちの方がこうお金を割くバランスで気にした方がいいですか？見た目の重要度的にはやっぱ大きい家具をお金かけるのがいいんですけど、大きい家具にお金かけるととんでもない額になるんですよ。椅子とかは最初のうちとか最初は安く揃えて安く抑えて、例えば1万円で、こういうライトだったりとか小物でなんか毎回見るたんびにめっちゃいいわとかこれ買ってよかったなと思えるようなものを自分のできる範囲の高い額で揃えておくとテンション上がるんで、そこからなんかどんどん揃えようってなるんで、最初はちっちゃいものでお金をかけるのが僕は良いかなと思ってます。全然使わないものでお金使っちゃってなんでこれ買ったんだろうなみたいなたまにありますもんね。ちょっと気になるポイントとしてはやっぱ収納が少ないっていうのがポイントとして挙げられてたと思うんですけど、その辺でどんな感じでコーディネートしていただいたんでしょうか？収納は僕も一人暮らししてた時とかに使ってた手法ではあるんですけど、一つはまずハンカラック、今回は突っ張り棒形式にしました。ブラインドを、奥にかけてもいいし、かけなくても目隠しにはなるんで、なるべくこう幅を取らないように突っ張り棒にしてベッドの奥で下の面積的にもなんか他のものと重ねて、あんま場所を取らないけど収納力が2段でちゃんとあるっていうものを選んでます。これ本当にすごいアイデアだなと思いましたね。もしあれだったら足りなかったらちょっとこうもう一個設置するとか横に伸ばすこともできる。あと他の収納はこのベッド下とかにベッド下収納の袋とかを買っていただいてそれを置いたりとか、カウンターキッチンの下も収納的には置けるスペース多いと思うので、多分無印とかニトリとかのマットな白だとこの部屋ともすごい相性が良いと思うので、増えた分だけ買ってもらって重ねていくっていうのが良いかなと思ってます。実はそんなに困らないかもしれないですね。ベッド下ともう一箇所何かがあれば僕はいけるなっていうのが自論あるんで、キッチン下と玄関横の収納があるんでケースとかを使いながらしまえばちょうどいいかなと思います。今回新規で2つブラインドを設置してもらって、結構窓が大きいのが特徴的なお部屋で、光の差し込みとか今すごいいい感じだと思うんですけど、この辺りもこの白いブラインドしてすごいいいですよね。マッチしてますよね。そうですね。自分最近すごい植物が好きなんですけど、日光問題結構あるじゃないですか、賃貸って直射日光当たるかみたいな、直ダメだったりするじゃないですか。このぐらいで調節できる日光だとすごいありがたいなって思ったりしましたね。はい、というわけで皆さん今回のコーディネート企画いかがだったでしょうか。今回はあつやさんにご協力いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。普段あつやさんの方では X とインスタと TikTok と YouTube、各種 SNS ですごい面白いコンテンツを発信されているので、皆さんよかったらチェックしてみてください。トリアスさんの方でも今回の物件だったりは概要欄の方に全部記載あるんですよね。そうですね。この部屋、トリアス520戸越公園の方1分の物件もあと数部屋
まだできたばっかなんですけど、今回この松谷さんが選んだ家具丸々全部ついたプランというのもちょっと今回特別にご用意してるので、気になる方はぜひご連絡ください。気になった方は問い合わせしてみてください。今後もまたこういうコーディネート企画だったりとか、実写のものも含めていろいろ企画を考えておりますので、皆さん何かリアクションだったりコメントいただけますと励みになりますので、何卒よろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。